うでしょう。広くなりました。広くなりましたよね。この家の問題はカラーボックスを壁に並べ立てるということでした。今回の週末ビフォーアフターは前回登場した一戸建てにお住まいの4人家族のお宅の続編でございます。作業当日、夫婦の意見が噛み合わず、そもそも作業自体が始まらない前代未聞の状況に陥ってしまったわけだったのですが、一体このお家がどんな結末を迎えるのか、続きをご覧ください。とりあえずほら、今日のフィニッシュを作らなきゃいけないから、それをやった上でもうどうしてもここにあるべきものに関しての定位置を私が考えるので、何が言いたいか、もう仲良くしてほしい2人でそれだけですよ。それ以外何もない。別にこの家が散らかってようが片付いてようがどっちでもいい。もうなんか不毛な争いやめてほしい。それよりも大事なこといっぱいあるでしょうって。もっとさ、家族の時間とかさ、空間をさ、大切にできるような食卓にしましょうよ。私もうここのカウンター、週末ビフォーアフター見てないの？ここは家族の絆を育む大切な場所って言ってんだよね。えヘイラーしてやりたくないの？もういいよ、もう時間に追われすぎだよ。あっという間よ、子供が巣立つなんて。もうなんかもったいない時間が、こんなバリケード作っちゃってものの。どうする？やるのやらないの？30分も喋ってるんですけどやりましょうよ。はい、ということでね、ちょっと私もね熱くなってしまったんですけれども、まあね、夫婦が噛み合わないってことね、結構あると思うんですよね。はい、この家の夫婦が噛み合わなかった理由としてはですね、お互いが問題の原因を把握していなかったからなんですね。この家の問題はカラーボックスを壁に並べ立てるということでした。散らかっているお家に訪ねてみると、皆さん収納を壁に並べがちなんですけれども、空間を台無しにしてしまって景色を悪くさせてしまうんですね。前回私のアドバイスをもとに動いていなかった和室のカラーボックスを2階に移動したことで、子供たちが新しい和室にとても喜んでいたとお母さんが言っていました。和室の撤去は簡単だったんですけれども、リビングの場合はお父さんが使っている、つまり動いているカラーボックスだったので、こちらは工夫が必要です。お父さんも納得のリビングダイニングに大改造してまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。僕じゃないし。ありがとう。週末ビフォ
ビフォーアフターの子なのよ。ね、た。やったよかった。緑の腕ピカピカだね。嬉しいね。ピカピカ。トゥルトゥル。一個だ。それほら小学生の吹き方よそれ。一休さんの吹き方よ。私ね入れといたスッと。このピカピカになったんじゃない？うんなってるなって。あ本当に光ってるすごいすごい。上手。あでもこれなんかちょっとさ、生意気な完成品とか、なんかここで。はい、ということで今日一日の作業が終わりました。ありがとうございました。はい。まあね、ちょっと最初夫婦でいろいろ意見が合わずなかなかスタートできませんでしたが、とりあえず2人が納得していただけるリビングダイニングに仕上がったかなと思いますので、はい。どうぞ見てください。どうぞ。どうでしょ広くなりました。う。広くなりましたよね。いやなんかね、私は何よりもこの家で一番時間がかかったのは床掃除でしたはい。ピカピカですね。ねえ、はいもうツルッツル。はい。今までは床にプレイマットがいっぱい引いてあった上に、お子さんが遊ぶスペースになっていて、そこでかなり飲み物こぼされてましたねもうあれ剥がした下がベトベトでザラザラで、本当にもう僕と私たちでかなり磨いたらもうサラサラですよ。これ何年ぶりですか？外したのはもう15年。マジですか？じゃあもう本当お子さんが小さい時からずーっとつけっぱなしみたいな。これまだ僕たちやってないよ、だって。とりあえずこのリビングダイニングは全て床拭いたんで、なんかこうちょっと浄化されてる感じ、空間が。今日入ってきた時の雰囲気ともやが1個消えたみたいな感じ。本当ですね。眩しい感じ。眩しいよね。明るいは感じしますよね。それでね、とりあえずこの家具の配置いかがですか？い。そうですね。も思いつかなかったっていうのがまず一つ。うとりあえずダイニングテーブルからテレビも見れますし、なんなら弾いてる僕たちの演奏もここで聞くことができて、ちょっとこう区別がついたような感じしますよね。そうですね。そして何よりも今までここにいっぱいあった棚がすっきりしました。なくなりました。ついでにこのカウンターの上もはい。突き進んでおります。はい。覚えてます？これ奥さん、この今までこの場所にあった棚をこちらに移動させて、場所変わったね。なんかこれだったらそんなに邪魔だなっていう感じしなくないですか？できた時に結構ねドーンとあってね、ママはこれを捨てたいと。でも買ってきたのは旦那で、その時の会話はかなりピリピリしてましたよね。なんならもう本当に入りきれたないものいっぱいあったん
たんで、もうそれを取り替える前に本当申し訳ないですけど、もうここはもう今回なければ困るような場所になりました。見てください。今までこの棚の上にずらーっと並んでたものがここに入ったので、ここにちょい置きは死ぬほどしてもらっても構いません。わかりました。で、なんならこの中もまあまあ空いてる感じで入れてありますので、もう書類入れるのにでも何でももう好きに使えるぐらい、今必要じゃないものに関しては上に寄せさせてもらったので、上の整理は必要なんですが、どうしてもこの家のご両親はあんまり整理が得意じゃないのと、今日一日見てて思ったのですが、ちょっと遅いんだよね。やっぱね、細かく見ちゃうから。でもね、やっぱり心配な方にね、急がせても仕方がないと思ったので、だからおいおいね、2階のものに関してはしっかり整理していただきたいんですが、なんせ1階がこんだけすっきりしたので、もうなんかね、ちょっと気持ちが楽になったんじゃないかなと思います。しかもここ見てくださいよ。こちらにはこんな感じで、今までね、お子さんのね、あんまり動いてないようなね、着るものとかありましたけど、それは2階に上げさせてもらって、なんならね、この1階で使うような雑多なものたち、もう雑多なものはここに隠す感じで、そしてね、使ってない時、人が来る時にはここ閉めていただけるような感じで全然いいと思います。そしてここ、食料庫作りましたよ、奥さん。こんなに広いところに、ここもね、仕組み作ればもっともっとね、出し入れしやすくなって、例えばほら、ご主人がすごい飲み物とかストック買ってくるっておっしゃってたじゃないですか。だからね、下にね、キャスターみたいなのつけていただいて、出し入れしやすい、週末ビフォーアフターでキャスターの事例がありますんで、今多分ここら辺に載ってるんですけど、それを見ていただきながら、こういったね、パントリーのね、作り方ね、ちょっと真似していただけたらなというふうに思います。はい。そんな感じなんですけど。あ、そう和室ね、見て、あそこに棚1個だけ、なんかすごいね、もうほんとなんかこう一人暮らしじゃないけども、一昔のね、昭和な感じですけれども、今までこのリビングのね、この壁の前にあったあの棚をですね、結構ね、どうしても電話線がここにあるっていうね、状況がこの家にはあったので、ここに置くことによって、それこそ寝るときに必要なものがちょっと入ってるから、これだけね、あんまりいろいろ入れちゃうとあれですけど、もうすっかりね、もう子供はこれで遊んでますよね。いいですよ。あんまりここを定位置にするんではなくて、とりあえずここにね、なんかちょっと寝るときに必要なものだったりとかっていうのを少し置いて、であとなんかお子さんが下にね、漫画とか持ってきちゃうっていう話だったんで、そういったものをね、一時的にここに置く分には全然構わないので、ここはね、うまく使っていただいて、なんならちょっとね、飾り物でもあったらいいのかななんて思います。はい。ということで、お父さん、来てください。ということで、一通りね、説明した後に、ご家族の感想を聞きたいんですけれどもね、まずはお父さん、今日一日の感想をいただけると嬉しいんですけど。一番のほどすっきりして、本当です？本当に良かった。人が住んでないみたいとか。人が住んでない、そんなことないですよ。まあまあありますよ、収納なんか。そうですかね。でもこんないろいろとあったのが、そうですよね。朝の景色とは全く別物の部屋になりましたね。物がなくなりました。なくなってないです。本当に寄せたり埋めたり大変でした、今日一日。なのに見た目がこんだけ違うだけで、なんか気持ち変わりません？そうですね。すっきりなんか霞が取れたようなすっきりした気持ちになりますね。お父さん的にはこれで大丈夫なんでしょうか？もうこれが保てればですね、本当にいいと思います。今ね、ママにはね説明したんだけれども、今までこの棚の上にちょいちょい置いてたものを全部ここにちょいちょい置いてくださいって感じです。とりあえずね、これからは収納の中でやりくりしていただいて、この上は絶対に置かないっていう風にしてもらえるだけで、2人の不毛な争いはなくなるんですよ。なんか本当にお子さんを思う親の気持ちがとても伝わる素晴らしいご家庭でした。なのでやっぱりね、言いたいことはわかるんですよ。ママもママでいろいろ使ったら使いっぱなしですし、パパはパパで整理が下手だからね、もやもやしちゃうのもわかるけれども、でもやっぱりね、こうやって家族がくつろぐこういった場所をね、キープしつつ、
まあ時間がないと思うので、こういったところはねそう散らかしてもいいので家族の時間を作ってほしいなと思います。ありがとうございます。そのとこ頑張ります。はい。じゃあ最後のお母さんどうですか？胸いっぱいです。あら胸いっぱい本景色が変わってます。当？景色が変わって嬉しい。これでのびのびとご家族で食事が取れてゆっくりね、ここにラグマットあったらいいですね。そうですなんかね、サラサラなんだけど、やっぱりちっちゃいうちはお子さんがね、どうしても傷ついちゃったり汚しちゃったりするんでね、あったかいラグでも買っていただいてね。そうよ、最後どうだった僕？楽しかった。楽しかったの？本当に？もう床拭いたり一緒にテーブル動かしたよね。楽しかったの？で、お家きれいになってどうだった？嬉しい。本当？よかった。じゃあママとパパにありがとうって。ありがとう。いい子だ。ほらパパも。どういたしまして。ありがとう。かわいい。よかったね。じゃあこれからも綺麗なお家で家族仲良く暮らしてね。はい。ということで、なんかすごい感動的な一日になりましたけれども。ね、家族でできてよかったね。はい。じゃあまだまだいろいろ宿題があるかもしれないけど、頑張ってください。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。ということでね、ご夫婦も大満足のリビングダイニングになったわけなんですけれども、お子さんがもう私にとってはスーパーヒーロー。何よりもですね、お子さんがね、楽しかったと言ってくれたのが一番私も嬉しかったです。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは極狭スペースで寝ているお家のご主人からの SOS でお伺いしてまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった？あ、よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。